えてきたか。着実に俺も成長しているな。よしよし。哦，这什么毛吗？英語の勉強とか好きじゃなかったけど、分かってきたら意外と楽しいもんだ。哇，这跳这么高！ 10歳のパーティーから早2年。エリスはあっという間に剣心流上級にな那他已经快到5年的期限了吧？感じるね。前より大きくなってる気がする。本当何なんだろうあれ。他在那儿一直这样没人管呢。下雨天就是一个很不好的预示。之前 opening 的时候都是，对吧？阳光灿烂的感觉。现在一整个被阴霾笼罩。这雨声。哦，这是他城墙上面吗？枕をウェットティッシュみたいにしてメイドさんの仕事を増やす自信が。ルーデウスの10歳のお祝いまでに間に合わせ他给他准备生日礼物。ルーデウスもあんな家の生まれじゃなければね。ボレアスケにとって俺はあまり表沙汰にはできない人物らしい。对他们家好像确实对那个保罗是不是有点意见？最近知った話だが、パウロの本名はパウロ・ノトス・グレイラットという。ノトス家はグレイラット4つの本家の一家で、現当主はパウロの弟である。が、何でもそいつがパウロ以上のクズらしく、怎么全是人渣？当主をすげ替えようとする勢力もいるんだとか。哦，是有那种家族竞争的感觉。よからぬ勘違いをされる可能性がある。だからエリスのように大々的にパーティーなどできない。それを不憫に思ったんだろう。而他们家也是住在那种小村庄里。泣かせる話じゃないのよさ。打网球。練習をしておかなければ。所以爱丽丝妈妈对他们也很。他这是在城墙上面。なんだか想像しいですね。そうだな。基列奴不会撒谎吗？3つも言語を習得してしまうとは、お前には驚かされてばかりだ。重心語を理解できたのはギレーヌのおかげです。勉強してたらお腹が減りましたね。何かつまみに行きましょうか。ルーデウス、ちょっと待て。他们好明显。話していかないか。鲁迪都知道。そういえば今日だったな。わかりました。ではちょうどいい。但是他肯定。見てもらいたいものがあるんですよ。他这家里都已经全是模型啊。哇。我也想买基列奴的手办。どうにも知識が曖昧で。この様子なら俺が外に出ないように全力を尽くすに違いない。見せてもらえませんか？尻尾の付け根の部分。さあ、どう切り抜けるギレーヌ。なんだそんなこと。お安いご用だ。ためらいゼロ。すごい、さすが俺らのギレーヌだ。我看半天才发现这是什么。ちょっと触ってみても？ああ、もちろんだ。え？肩？ちょっと待って。不是摸尾巴吗？这是在摸。すげえ。憧れの筋肉です。这个声儿。ルーデウス様、失礼します。お食事の準備が真服了，没有人会相信这是什么生理研究。
还有表现的很惊讶。おめでとう。あ、そっか。僕今日で10歳か。ごめんなさい。僕演技派。初めてでここに来てずっと歓迎されてないかもって祝ってもらえるなんて是祖父。戦争じゃ！ノートスんところと戦争じゃ！ピレモンをぶっ殺してルーデウスを当主に据えるぞ！抑えていい！邪魔だとするか！菲利普愚か者！什么鬼？少し演技が上手すぎたか。おじい様のことは置いといて。反而祖父像小孩一样。びっくりするものですか？なんだと思う？まさか父様たちがここへ？パウロさんたちもね、もちろん呼んだんだけど、可愛。魔物が活性化してるから来れないって。そうですか。残念です。ルーデウス、そのえ、あれ、やべ。こんな空気にするつもりじゃ。ルーデウス、あなたはもううちの子よ。あれ、この人俺のこと嫌ってたんじゃなかったっけ？よし。いえ、エリスと結婚しなさい。啊，什么鬼？エリス。虽然爱丽丝应该是喜欢他，でもあるの？他妈怎么转变这么大？関係ないわ。あなたはもっと女を磨いて。怎么回事？他妈开始同情鲁迪了。阿尔弗斯，こちらを。魔杖。この度ルーデウス様のために世界中からありとあらゆる極上の素材を集め、アスラ王国で随一の杖製作士に作らせたものでございます。不会是 Loxy？ アクアハーティア。一目見てわかる。この杖は高い。名前はちょっと中二っぽいけど。受け取って。ルーデスはすごい魔術師なのに。这魔杖比鲁迪高这么多。ありがとうございます。こんな高価そうなものまで。値段のことなんていいわよ。这魔杖也像那个星球一样。就真的把他当做家人了。那可能他们鲁迪是不是他们家是不是出事儿了？所以他们要把他当养子。兄と弟が一人ずついたんだ。だが生まれてすぐ王都に住む兄に取られた。取られた？私は跡目争いに負けてね。ボレアスの血を引く男は当主の家で育てられる。そういう伝統なんだ。でもヒルダはそれに納得しなかった。お腹を痛め産んだ子を取り上げられるんだから当然だね。彼女は君を嫌っていたよ。自分の息子はここにいないのに、なんでよその子供が我が物顔でここにいるんだってね。彼女を悪く思わないでやってくれ。鲁迪这是已经醉了吗？脸都红了。どうだい？本当にエリスと結婚して一緒にボレアス家を乗っ取らないかい？10歳の子供に何させよって言うんですか。君はただ座っていればいい。乗っ取りは私がやる。哦，菲利普他是认真的。今から君のベッドに両手を縛ったエリスを置いておこう。他真的能对他女儿做出这种事儿？ボレアス家を乗っ取る？いやいや、待て待て。冗談じゃない。権力闘争なんて真っ平だ。酒の席での話ということにしておきましょう。そうかい。それは残女儿怎么感觉像是只是他的棋子一样？あ、おやすみ。おやすみなさい。哦。おやすみなさい
いますルデウス様。おやすみなさい。フィリップについていけば俺好みの専属メイドでハーレムを作るなんてことも。かあ、もったいねえことした。おかえりなさい。哇，这魔杖真的好漂亮啊！啊，真的把他女儿どうしたんですか？寝てたのでは？一人で寂しいだろうから。哦，他自己今日来了。は一緒に寝てあげるわ。フィリップの差し金か。しかしこうしてみるとなかなか。感觉他已经很久没有再想到西路飞了。啊啊！ツンデレロリお嬢様の初めて。不是10岁吗？初めてを迎える。いかんいかん、手を出してはいかん。これではフィリップの手のひらの上だ。今日は爱丽丝知道这是在干什么吗？エッチなことをしちゃうかもしれませんよ。ちょっとぐらいならいいわよ。对，爱丽丝应该是喜欢他的。手のひらの上、いいじゃないか。スウェゼンクワヌは男の恥。多少のリスクは甘んじて受け入れるべきだろう。等一下，这个时候都还没成熟吧？就是那些。気のせいよ。さらりとした。哇，这头发。毎日修行に明け暮れているエリスの髪はいつもならもっとガサついている。エリスは可愛いな。爱丽丝是很可爱，但是真的。触るよ。啊。不是吧？もしかしてこれ OK なんでしょうか？不 OK。やれますよね。いけますよね。ちょっとだけって言ったじゃない。そこは。ルデウスのバカ。虽然确实很迷惑吧，但是还好结束了。完全に我を忘れていた。エロゲーをたくさんやってヒロインの気持ちが分かった気にでもなっていたか。これだから DT よ。因为那些游戏里面的女性角色根本就是为了讨好这些男用户来做塑造的。寂しいものにならないように気遣ってくれてたからなのかな。居然还有汽车的模型，好现代。許された。でもこういうのはまだ早いから5年、あと5年経ってルーデウスがちゃんと成人したら、その時まで我慢しなさい。ははじゃあ私もう寝るから。じゃあねルーデウス、おやすみ。また明日からよろしく。よかった。今日が誕生日でよかった。今日が特別な日でよかった。もっとひどいことをしなくてよかった。そしてよっしゃー、確約。あのエリスが約束。哦不，それまでは二度と契約。突然让我想到电刺。15歳、長い。だが我慢できる。頑張れる。俺はどんなエロイベントにも屈しない強靭な男になる。待てよ、5年後就要回那个西。算了，西路飞，忘掉陆地吧。まったく何だってんだ。一体どこから湧いてきやがる。魔狼。この村だけではないようだ。フィットは全域で似たようなことが起こっていると報告があった。息子の10歳の誕生祝いは言ってやりたかった。哦，这保罗我都没看出来。してっかな。ルーデウスのやつ。こんにちは。あら、こんにちは。哦，长大了，好可爱。なるん、こんにちは。アイシャ、隅まで気を抜かず吹きなさい。はい。
哦，这么小也穿女仆服こんにちは。干活儿。これよろしくお願いします。素敵なペンダントですね。お父さんが大事にしてるのを真似て作ったんです。受けたまわりました。必ずお届けいたします。リーリャさんはルディへのお祝い何にするか決めました？はい。私からはこれを。これを？ルーデウス様がとても大切になされているも哦のです。不会是内裤吧？お姉ちゃん、よいしょー。イエーイ。毎日お掃除えらいえらい。シルフィーちゃん、元気になってよかったわ。ルーデウス様がロアに行かれた。这俩妹妹真的好可愛。ルーディったらシルフィーちゃんにとんでもないことを教え込んでくれたわ。でもおかげでいじめられることもなくなったそうですし、よかったと思います。あの髪でもしおでこに赤い宝石がついてたら完全にスペルド族だものね。スペルド族って何？スペルド族ってのはね、この世で一番おっかない魔族よ。出会ったが最後真的吗？食べられちゃうんだぞ。ごめんね、泣かないで。ただいま。おかえりなさい、あなた。おかえりなさい。どうしたどうした。よーしよし。また魔物？ああ、最近活発で参るぜ。こんなの怎么感觉保罗都变样了？完了，我感觉他们家要出事儿了。あの雲。ロキシー、勉強なんかどうでもいいから早く脱げ。なんでしょう。この方角はアスラ王国でしょうか。 Roxy 可以去帮他们吗？まさかルーデウス。这是魔龙啊！这是戴了一个墨镜儿吗？这么现代？哦，法力很高强。霸王色。魔力が集まっていく。哦，这声音好熟悉啊！どこで狂った？まあいい、行ってみればわかることだ。它这个是皱纹在发光吗？魔力量じゃな。この魔術の主は誰じゃ？なんじゃ見えんではないか。恥ずかしがり屋さんなんじゃからもう。ならば直接会いに行ってやるぞ。わらわは魔界大帝キシリトキシリズ。这是魅魔吗？続け。哦。啊？この魔力、召喚口に似ている。就是那星球一样东西。まさか魔人ラプラスの封印を解こうとする奴がいるのか。アルマンフィー、ここに。あの魔力の発生源を調べろ。怪しい奴は見つけ次第殺せ。御意。ずいぶん遠くまで来たな。ここならルーデウスの最強魔術を見れるのね。じゃーん。哦，又是当时第2集那个魔法了。ちょっとの魔力でこんなに。どう？調整が難しいですけど、すごいですねこれは。そうよかった。では皆様お待ちかね、ルーデウス・グレイラットの最強最大奥義キュムロニンバス、とくとご覧あれ。
集えよ魔力。雄大なる水の精霊にして天に上がりし雷帝の。あれ？何よあれ、ルーデウスの魔術？いえ、僕じゃありません。哇，素晴らしい魔力だ。我好帅，激烈奴的眼睛。そうだな。ここから離れた方が。伏せろ！哇，激烈奴。是隐身了吗？他？あんた誰よ？我は後期のアルマンフィン、ベルギウス様の命によりこの異変の発生源を断つため参上した。ベルギウス？ルーデウス、お嬢様を連れて下がっていろ。女、どけ。その小僧を殺せば異変が止まるやもしれん。私は剣を儀礼鲁迪吗？鲁迪是这个的来源。関係ない。引け。お前が剣王だと？我が剣術の師、剣神ガルファリオンとドルディアの名誉に誓う。よかろう。事実でなかった場合、後日ペルギウス様が沙汰を下す。唐突に襲ってきて謝罪もなしか。こんな場所で怪しいことをしている方が悪い。何がどうなってんだ。わけがわからない。少し落ち着こう。まず空に異変が起こって、次に唐突に男がやってきた。彼は本にもなるような伝説の英雄の使いだという。そんな有名人が唐突に現れて俺に襲いかかってきた。どうやらこの空の異変を引き起こしたと思っているらしい。もちろん違うが。待ってください。少し話を。哦，激烈奴。啊，就是他们是被吸收了吗？这集突然出现了好多信息，还有一些新角色和新场景，真得回去看一眼他们那些名字。祖父说那个要跟皮列蒙开战，把他干掉。那皮列蒙应该就是这个现在诺托斯的家主，也就是保罗的弟弟。但是他如果是保罗弟弟的话，那不也是祖父的孩子吗？而且爱丽丝的两个兄弟等于说是不是被这个现任家主皮列蒙都给带走了？而且继承他们这个血脉的男性一定要在家主家里长大，可能就跟 Philip 他之前提到他们这个血脉的特别有关，所以他之前尽可能的不让鲁迪在外界被知道，可能他怕外界以为鲁迪也是他们这个伯雷亚斯家族的男性血脉，这样的话他可能会被带走。而且 Philip 他居然会想让鲁迪来帮助他们伯雷亚斯家族去篡夺家主位置，但是鲁迪他本身是属于诺托斯家族的，这其中不会有什么很直接的利益冲突吗？这家族斗争也太乱了。不过如果爱丽丝真的能跟鲁迪结婚的话，就是另外一回事儿了，因为这样他们两个家族等于说是被捆绑在一起。看到 Philip 他因为儿子被抢，然后他要篡夺这个家主的位置，而他的女儿就感觉像是随便被他当成一个筹码就这样交出去，真的很无语。不过就是放到以前，甚至到现在，很多就是家里的女儿可能都会被当做那种政治联姻的手段棋子。感觉 Philip 他果然不像外表上看的那么温顺，他看上去心里是有一盘大棋，可能他早就有所盘算、有所打算了。但是爱丽丝晚上去鲁迪房间，我总感觉是爱丽丝她自己自愿去的。不是像爱丽丝妈妈她这一集对鲁迪这个态度不是180度大转变吗？很有可能爱丽丝妈妈跟 Philip 他们应该是串通一气的，想把爱丽丝交给鲁迪，所以就是已经相当于接纳鲁迪当他们家里的一份子了。如果是这样的话，那他们夫妻俩真的是很重视那个被抢走的兄弟俩。就看到保罗他确实有在打那些魔物，那这么说的话，爱丽丝应该是真的有去邀请过保罗他们来参加鲁迪的这个生日宴会，他真的很贴心。
可能就是因为他太想要给鲁迪就是最好的生日礼物了，所以他最后就是把自己当做礼物送给鲁迪。还好他最后还是及时清醒了，不然的话鲁迪他肯定不会停下来的。鲁迪那么快就是接受了跟爱丽丝那个约定，最后才想到希鲁菲。这故事更告诉我们异地恋是多么不靠谱。我个人是完全不相信异地恋的，我觉得双方或者是单方肯定会出轨。然后就是新出场的那个银头发、龙眼睛一样的那个人，感觉他看上去是一个挺正常的男性角色，而且他出现场景感觉已经是海拔非常高的地方了，就都能看到云层还有山顶。就这一集真的出现了很多城市之外的一些地貌和地界。那个粉毛妹妹是魔族吗？这儿有2个角这样，而且她还戴着手铐，还有这种链条什么的，看上去可能是之前被关押起来了，他可能从哪儿强行突破，然后逃出来了。如果他也是魔族的话，可能就是被现在这一股魔力汇聚而召唤来的。而且粉毛妹妹她也是异瞳，那基列奴居然也是异瞳，但是基列奴他得一直挡着他另一只眼睛。这绿色的眼睛真的太帅了，天空中就是有好几个漩涡，就是现在不知道是不是他们被吸进了同一个漩涡，还是说就是不同的漩涡可能通向的地方是不一样的。基列奴真的只要一出手，我就能被他帅死。鲁迪最后也挺暖心的，就是他会去想要保护爱丽丝，他内心深处肯定是有很多善意的。他转头去保护爱丽丝这一块，真的又让想到他最开始转世的时候，他那个去救差点被卡车要撞的那个学生，那几个学生。他在这方面的这个善意，像是一个下意识、潜意识的举动。这下平静的日子真的是被打破了。也挺期待这个转折点之后的剧情的。好在鲁迪现在就是有那个很厉害的魔杖，还能给他加持一下。那这期视频到这结束了，我们下期再见，拜拜。